はい、どうも、てるんです。いつもと場所が違うんですけど、特に深い意味はないです。で、このオープニング今、後日撮り直してるんですけど、ちょっとお伝えしたいことがございまして、前回の餃子の動画がですね、7ヶ月ぶりに急上昇1位になりました。いやー、久々ですね。牡蠣の動画以来って感じですもんね。いやー、もうほんといつもありがとうございます。で、今回の動画なんですけど、皆さんが大好きな骨付き肉シリーズです。そろそろ骨付き肉っていう再生リストを作ろうかな。で、食材としては骨付き肉というか鶏肉を使うんですけど、料理自体は唐揚げですね。で、料理自体もすごくシンプルなので、多分調理編が短くなってるんですよね。多分7分ぐらいとか。ただその代わり、骨付き肉なのですごく実食編が長いんですよ。一応マックススピードまでギュッと縮めてるんですけど、まあそれでもなかなか長い時間っていう感じだったので、なんかまったりとゆっくり見てもらえたらなと思います。それではですね、早速今日も作っていきましょう。ではまず本日のメイン食材の登場です。手羽先ですね。ではまずこちらの手羽先の、下処理から行っていきます。では今からこちらを関節で1、2、3っていう3つのブロックに切り分けていこうと思います。ちなみにもこの段階で手羽先、これがこうなるとこっちが手羽端でこっちが手羽中で、これがさらにこうすると手羽中ハーフカット。なかなかいい量が取れましたね。で、これ好みが分かれると思うんですけど、個人的にはこっちよりこっちの方が好きなんですよね。僕の中でこれは鶏皮の上位互換だと思ってるんで。ちなみに今回これだけの手羽端が取れましたんで、今回はこれでサブチャンネルの方を作ろうかなと思います。前回の餃子の時にもこれ使ったんですけど、これが僕の今冷凍庫の中にあるやつでして、かなり食材としても優秀だと僕は思います。しかもここめっちゃ安いですからね、スーパーとかで。で、今からこちらを漬け込んでいく漬けだれを合わせていこうかなと思います。せーの。こちらから醤油、お酒、砂糖、ごま油、おろし生姜、おろしにんにく、一味唐辛子ですね。で、比率としては3、3、2、あと全部適量って感じですかね。で、よく普通の唐揚げとかやと、タンパク質分解酵素を持つパイナップルのすりおろしとかリンゴのすりおろしとかも加えたりするんですけど、そもそも手羽中というか手羽先って肉の部分が少なくて皮とかコラーゲンが主成分なので、あんまり必要ないのかなと思ったりはするんですけど、リンゴの風味とかああいったものがお好きな方はさらにここに加えてもいいかもしれないですね。では合わせていきましょう。ちょっと砂糖が多かった感があるけど、まあいっか。これはこれで美味しいはず。あとはこれで時々こう上下を返しながら冷蔵庫で2時間ぐらいですかね。ただもっと味の染み込んだ唐揚げとかがお好きな方やったら半日ぐらい漬け込んだらもっと美味しくなるかなと思います。よいしょ。そういえば前回の餃子の動画の時にコメント欄で僕の冷蔵庫の中が気になるっていうコメントをちらほらと拝見したんですけど、僕の冷蔵庫の中って、まあこれは冷凍庫の中ですけど、例えばアジフライの時に余ってしまったアジで作った干物が入ってたりとか、これ出し柄の昆布ですね。で、ネギの頭とか、こんなんしか入ってないですよ。
こっちは冷蔵庫の中で、ホルモン鉄板の時に手に入れたホルモンの油がこの中入ってたりとか、時間がある時に一気にまとめて剥いたニンニクとか、あとはこういったほうれん草のごま和えの時に作ったごまだれとか、特に面白いものはないかなって感じですかね。だいぶいい感じに浸かりましたね。で、今からこちらに、衣をつけて揚げていきます。で、今から衣をつけていくんですけど、よく薄衣でカロリーオフとか、ノンフライヤーでカロリーオフとか、すごいいいなと思うんですけど、せっかく唐揚げ食べるんならもうカロリーとか気にせずがっつりいきたいですよね。っていうことで、今回は衣をがっつりつけていきます。これあれだな、金子さんにはできない作業やな。では、おろしていきます。はい、これで手羽中唐揚げの出来上がりです。しゃ、食べよう食べよう。というわけで無事に完成しました。手羽中唐揚げ。いやー、夏場の揚げ物は辛い。もうね、全身びしゃびしゃですね、汗で。ということもありまして、今回帽子を任せてもらえればなと思うんですけど、でも前回の餃子の動画かな、いや、面白かったですね。僕の髪型へのコメントがめっちゃ多かったですね。まあでもいいですよ。僕は髪型の勉強をする時間があったら他のことに使いたいんで。じゃあ、では食べていきましょうか。いただきます。ああ、うまっ。やっぱ揚げ物した後のビールは格別ですね。しゃあ、では食べていきますか。ちなみに今回はさすがに箸だと食べづらいんでフィンガースタイルですね。うまっ。もうこの部分が一番好き。
か唐揚げとビールの組み合わせはもう反則レベルやわ。結局、今回半日間ぐらい漬けちゃったんですよ。漬けだれに。そういったこともあって、かなり中まで味浸透してますね。もう横に塩とか添える必要ないぐらいしっかりとした味付けですね。で、この手羽中を使った商品でチキチキボーンってあると思うんですけど、チキチキボーンみたいにハーブ系の香りが変わるわけではなくて、今回すごくシンプルに醤油ベースのタレなんで、実家に帰った時の安心感みたいな香りがします。で、ちょっと砂糖入れすぎたなと思ったりもしたんですけど、そこまで気にならないですね。ただもうちょっと唐辛子を効かせた方がビールがよくあったかなって感じはしますけど。じゃあ次はちょっとレモンを絞って、さっぱりうまいね。なんやろ、唐揚げを食べるっていうこの罪悪感が消える感じ。で、ちなみに僕はレモンの皮を下にして絞らない派の人間です。でもやっぱなんていうんですかね、この唐揚げの味付けって日本人の DNA が喜んでる感じがしますよね。大好きな若子酒の言葉を借りるんであれば、鶏肉を醤油とかニンニクとか酒とかで漬け込んで油で揚げたものだよ。美味しいに決まってるよね。じゃあ次、かぼすを絞って、かぼすうめえ。だんだんとかぼすの美味しい時期になってきましたね。いや、それにしてもあれですね、やっぱ手羽中の唐揚げやけ、一気にガッといかない分、長く楽しめますね。酸っぱ。だいぶ下の野菜たちが見えてきましたね。ていうか今回実食の時間がなかなか長いもんで、もう軽くお酒飲みすぎですもんね、僕。もうそこそこ酔っ払ってきたっていうね。だって今、ちなみに、はい、飲みすぎっていうね。とでやっぱどうしてもちょっと油がくどくなってきたっていうのもありまして、ちょっとレモンとかぼすを追加してきます。あと、ついでにお吸い物っていうか、この中華スープも。よいしょ。ではもうそろそろ唐揚げも終わりって感じですかね。どうしようかな、もう完全に冷めちゃったんですよね。この子に関してはちょっと後で一回レンジでチンしてきます。まず先に野菜から食べちゃおうかな。
やばい、ちょっと箸で持ち上げたらブワってなった。じゃあ一度これチンしてきます。よいしょ。あったかい方が断然うめえ。じゃあこれでラスト一盛りって感じなので、ここら辺からラストスパートですかね。じゃあラストスパート。ごちそうさまでした。いやー、やばかったね。手羽中はやっぱ安定してうまいね。ただなかなかいい量のゴミが出ましたけど。で、普通の鶏もも肉とかと違って、手羽中って皮とかがすごく多い部分なので、冷めてもすごくジューシーで美味しいんですよね。もちろん温かい方が美味しかったですけど。そんなこともあるので、お弁当とかでもすごくいいかなと思います。で、前回が餃子で、その前がアジフライやったんですけど、両方とも結構調理時間が長かったんですよ。結構手間もかかったし。なので今回はパパッとできる簡単な料理をと思ってこれをチョイスしたんですけど、よく考えたらパパッとできる料理で揚げ物をチョイスするって僕も頭バグってるんですかね。あかんな。まあ好きでやってるんでいいんですけどね。っていうところかな。では今回この辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では。